皆さんの周りのものに3年以上使い続けているものはどのくらいありますか？そういった定番品の中でも1万円以下のアイテムに絞って10個をご紹介していきたいと思います。知ってるよというものでも長く安く使えている定番品という見方で見てほしいなというふうに思います。ということで早速紹介していきましょう。1つ目はこちら、ノートになります。ダイアログノートという名前のノートです。やっぱり見てわかるのはこの小さなサイズ感ですよね。ポケッタブルなので日常的に持ち運ぶことに苦がないです。常に手元に置いておいて、ふとした瞬間に浮かんだこととかアイデアなんかを逃さず書くことができます。最近僕が荷物を小さくする、軽くするという観点でいろいろ持ち物のまたアップデートを図っていまして、そんな中でノートとペンとスマホだけ持って出かけてしまうというようなスタイルがちょっとかっこいいななんて思ったりもしています。そこまでいかなくても小さなバッグにさっと入れられるサイズ感はやっぱり魅力ですよね。ただこのダイアログノート、単に小さいだけではありません。中を開くと 5mm 方眼が上から下から端っこまでびっしり敷き詰められています。それでも中央を示すドットが入っているので、ある程度ページ間のバランスを見ながら文字とか絵を描くことが可能です。この方眼形というのが僕の中ではかなり大きなポイントです。というのも、文字を書くにも図を書くにも小さくも大きくも書くことが可能なんですよね。本当に自由度が高くて、罫線がちゃんと入っているように整えて整理して書くこともできるんですが、一方で一旦気にせずに自由に書くこともできるし、直線を引きたい時にもある程度のガイドになってくれるし、至れり尽くせりな罫線なんですよ。そして、この手のノートには珍しくページ番号が下に印字されています。これによってある程度索引性、検索性みたいなのがあるんですよね。でこれはしっかり縫製されているノートなので、一枚一枚ちぎって使うというような用途ではなく、むしろアーカイブ性を意識した残していくような使い方をするノートになっています。販売は3冊セットですし、ここ表紙の部分にはナンバリングができるような印字がされています。これを塗りつぶして今何冊目だよというふうに示して、使い切ったら自宅に貯めておいて、いつか必要になった時にはさっと取り出してそこにある情報を抜き取る。でこのダイアログノートはさまざまなアクセサリーが展開されていて、例えばこちらはこのノートカバーですね。僕はグレーをチョイスしていますが、他にはちょうどいいサイズのこの下敷きがついていたりします。このグレーとオレンジっていう配色もかっこいいですよね。自分好みにカスタマイズをしながら使えるっていう点でも、なかなかね自己表現の一個として面白いですよね。そんなわけでさっと忍ばせておくメモツールなんだけど、アーカイブ性とか記録性とかを保ってくれるというようなシンプルだけど使い心地のいいノートになっています。お値段は確か3冊で1100円200円ぐらいだったかな。続いても文房具からこちらです。カバンの中身動画とかでも紹介しているんですが、バリアペッリの A4 レザーファイルになります。クリアファイルをレザーで作ってみましたというようなアイテムですね。重厚感みたいなのをすごく感じてかっこいいです。と言いつつ、別に本体はそんなに重かったり扱いにくかったりするわけではありません。滑らかに仕上げられた黒のスムースな牛革を使用しています。表面は顔料などで処理がされているので、革本来の雰囲気は保ちつつも水とか色の変化には強くなっています。クリアファイルで日常的に書類を持ち運ぶ方はもちろんなんですが、例えば僕はアナログなコミュニケーションはなくても突如発生した書類とかがカバンの中に入れてぐちゃぐちゃになるっていうケースを回避したいんですよね。そういった意味で、あまり使用頻度は高くなくても割とずっとカバンの中に入れてしまっているようなファイルになっています。革製品なので、長く使って自分に馴染んでいく様を楽しむというアイテムなんですが、通常クリアファイルってどっちかっていうとどんどん使ってどんどん消費していくようなスタイルに近いかなと思っています。ファイルをたくさん持ち歩くという用途でない限りは、このレザーファイルは持ち物としての愛着が1個湧くすごくいいアイテムなんじゃないかなと思います。過度な装飾もなくて本当にシンプルな黒のファイルで、ちょっとロゴがついているんですが、ここ自体はペンホルダーになっているので、例えばファイル1個だけでミーティングの場に出ていくというようなことも可能です。なんだかんだ5年くらいは使ってちょっとした傷とかシワも愛おしくなっております。続いては筆記具なんですが、こちらです。マッキーです。はい。皆さんご存知だと思うんですが、マッキーの詰め替えが可能なモデルというのがマッキーケアというモデルになります。
見た目とかパッケージみたいなものはほとんど変わらないんですが、リフィルみたいなものを変えて長く1本使い続けられるという製品ですね。ただポイントはその詰め替えができるケアの部分ではなくて、その横超極細という部分です。これは、使ってみると分かるんですが、通常のマッキーの細いバージョンとはちょっと感覚が違うんですよね。通常のマッキーの両端が太い細いになっていると思うんですが、その細い方がどっちかというと太い側になって、さらに細い 0.3mm が追加されたペンです。皆さんに聞きたいのが、普通のマッキーの太い方、あれどのくらい使ってますか？僕はもうほぼ全く使ってませんでした。もちろんたまに太い方がいいなと思うことはなくはないんですが、別に必要かと言われるとそうでもないですね。逆にマッキーの細い方を使っていて、これでも太いなと思うシーンは結構僕の場合は多かったです。細かいところに文字を書かなきゃいけないとか、油性マーカーで書かなきゃいけないんだけど綺麗に見せたいとか、そういったシーンですね。掃除、片付け、持ち物の整理みたいなシーンでも、そこそこラベリングみたいな形で役に立ちます。で、そんなニーズに応えてくれるのがこのマッキーケア超極細なんです。もちろん3年間ずっと1本使い続けているというわけではないんですが、もう 4,5 年もうちょいくらいは油性ペンの1軍の座はこのマッキーケア譲ったことがありません。もちろん他のマッキーと同様でインクは速乾性、耐水性に優れています。細字で書こうと思ったらボールペンとかが思いつくと思うんですが、紙以外であってもガラス、金属、木材、プラスチック、こういったところでも使うことができるんですね。また通常の油性のマーカーだと書いて力が加わり続けるとフェルトのこの先端の部分が潰れてしまいますよね。学校に置いてあるペンとかよく潰れていた記憶がありますが、このマッキーケアに関しては硬めの素材になっています。もう全く違うプラスチックっぽい素材ですね。字を書かなければならない時でも潰れずに書くことができますし、それこそ僕筆圧がかなり強い方なので、そういった方でも安心です。ちなみにこのパッケージがちょっとゴールドっぽくなってて、かっこいいなというのもね、1個いいポイントですね。これはだから通常のマッキーよりちょっと高いくらいかなという値段なので、もう本当にさっと買える定番品になるかなと思います。続いてはボールペンです。1万円以下となるとボールペンだとかなり高めではあるんですが、とはいえ高級というほどまではいかないミドルクラスの文具になると思います。で、僕が多分 5,6 年使い続けているボールペンがこちら、シャーボ X というボールペンです。正直ね、一回なんか落としたかなんかですごい傷だらけになってしまったのが結構悔やまれるというか、ちょっとお見苦しくて申し訳ないんですが、 TS10 という6,7千円くらいで購入できるモデルを使っています。で、そのシャープペンシルやボールペン、好きなものから選んで付けられるというようなカスタマイズペンっていうのがいろんなね学生とかが使っているイメージが多いんですが、しっかり大人向けに振った、機能だったりデザイン性になっていますね。この重厚感はやっぱりかっこいいですよね。機能面でいうと、これシャープペンシルはペン先の種類が3個から選べます。 0.3mm、0.5mm、0.7mm、一般的なものが 0.5mm なので、書いていて気持ちいいような筆記感を自分で選ぶことができるという感じですね。そしてボールペンのリフィル、カスタマイズペンらしく様々な色から選ぶことができるんですが、シャーボに関してはインクの種類まで選ぶことができます。油性ペン、ゲルインクペン、エマルジョンインキ、この3種類の中から自分の好きな書き心地のものを選ぶことができます。で、僕が特に推したいのがこのエマルジョンインキです。油性と水性のハイブリッドインクになります。書き心地は水性のように本当に滑るように滑らかなんですが、書いたこの筆跡自体は油性のようにしっかりと色が固定されたにじみの少ないような雰囲気になっているんですね。僕はこのボールペンのインクではゼブラのスラリのエマルジョンインクとパイロットのアクロボールというインク、この2つが好きです。で、そんなシャーボ X というシステムの中でも最も高級なボディがこの TS10 というモデルなんですが、シャープペンシルを1本、ボールペンを3本装填して使うことができる 3+1 の多機能ペンです。真鍮製のボディでだいたい 30g 前後という重量感になっています。ペンとしてはどちらかというと重い部類なんですが、この重さが書いている時の安定感とかさっと前に進めるような推進力を生んでくれます。また多機能ペンって書いていると芯がちょっと揺れるというかブレるみたいな感覚がなくはないんですが、この振動を抑制するようなパーツが使われていて、多機能ペンあるあると言っていいカチャカチャという音とか振動みたいなものを防いでくれます。で、このペンを出す挙動は回転繰り出し式です。回転して色を
切り替えるんですが、普通の回転式に比べて結構滑り心地がいいんですよね。ここの体験もこだわられているんだろうなというのを感じます。でクリップは大きく開くバインダークリップ式ですし、先端一応シャーボなので消しゴムがついていますが、これもキャップがねじ込み式になっているので不注意でパッとなくなったりもしないですね。本当に大人が1本持っておきたいようなペンになっています。それこそ色じゃなくてインク2つを使い分けたりしてもいいですよね。発色のいいゲルインクを黒と赤両方用意して、ただ先ほど話したようなちょっとオフィシャルな文章に書くために油性の黒も用意しておくみたいな、この並びができるのってシャーボの強みなんですよね。続いては、ちょっと文具からは逸脱しますが、このクリッパです。皆さんも知ってる方も多いんじゃないでしょうか。街中でいろんな人の背中を見てると、バックパックの頭の部分にこれがついてることは結構多いです。バックハンガー、どういった時に使うかというと、例えばさっと入った中華屋さんの床がギトギトに汚れていて背負っていたバッグを置きたくないだとか、雨の日にカフェなどに入ってちょっと床が濡れているからどうしても布製のバッグは床にそのまま置きたくないけど荷物置きとかもないなみたいなタイミングで、あらゆる机場所などに引っ掛けられるのがこのバックハンガーの大きな強みです。そんなバックハンガーの中でも圧倒的なクオリティの高さを誇るのがこのクリッパなんです。まずはその耐荷重の高さです。15キロなので、これを超える手荷物はそうそうないかなと、重さを意識せずにあらゆるものをかけることができます。デザインは普通のリングみたいになっているんですが、ガパッと大きく口を開くことができます。平らなテーブルの上だけではなくて、例えばちょっと車のヘッドレストにかけてしまったりだとか、ドアノブとかカートのハンドルとか、そういった部分にもさっと引っ掛けることができるようになっています。これ自体がフックにもなるような感じですね。とはいえこの接地部分にはシリコン製のパッドがついています。なのでこの机の天板とか様々なものをしっかりと傷をつけることなくバッグをかけることができるようになっています。でやっぱり僕が買っているのはやっぱりデザイン性の高さですよね。バックハンガーなのでバッグに常駐させておきたいんですが、外に露出していてもなんか見た目かっこいいなと思えるものって正直まだクリッパぐらいしかないかなという感覚です。なので多分皆さんのバッグに吊り下がってるバックハンガーのほとんどがこれなんだろうなとは思うんですが、吊り下げられるデザインっていうのが大きな魅力かなと思います。僕はこのツヤなしのマットシルバーを選択しましたが、結構いろんなバリエーションがあります。僕が使ったことがあるのはツヤ消しのマットゴールドとか、あとはガンメタルブラックシルバーみたいなカラーですね。ここら辺は荷物と相性が良かったですね。バッグにジップがついているのであれば、その色と合わせるのが一番無難かなと思います。日常のあるある的なシーンに本当に役に立つので、常に荷物に常駐させて損がないようなバッグハンガーです。これも僕は5年くらいですね。いろんなカラーで乗り換えながらもこのクリッパを使い続けています。続いてはこちらの僕の愛用する MacBook の裏面についているこのスタンドです。これもガジェット好きの人からしたら何を今更という定番品かもしれないんですが、マジックスタンドというものになります。簡単に言うとこういったパソコンの裏面に貼り付けてさっと引き出してスタンドが出てきて、ここで角度をつけられるというような製品になっています。でこの製品は特に僕は耐久性の高さを買っています。今使っているこれは実は2代目なんですが、1代目はちゃんと毎日のように使って4年くらい使って大破しました本当にねパキッて折れましたね。この金属が折れるんだって感じですけど、逆に言うと4年は持つんですよ。ここに僕はすごい感銘を受けたというか、なんなら僕の場合パソコンの買い替えの頻度の方が高かったので、ここまでちゃんと使えるんだっていうのでちょっと感動しましたね。なので2代目これまだ使い始めて数ヶ月くらいなんですが、これから先また多分3年以上使い続けられるんだろうなという安心感があります。何よりもこの携帯性の高さですよね。裏こうやって見てみても厚みがほぼありません。 1.7mm でかつ 135g という軽量性、これによってノートパソコンの裏につけていても本当に存在感がありません。さっと引き出して、角度を上げることができるんですが、この角度一番低いものになっていて全部で6段階まで上げることができます。最高レベルまでいくとさすがにね、ノートパソコンのこの画面の角度がちょっと急になってしんどくはなるんですが、ただここまで高さを上げられますし簡単に調節ができるの
のでシーンに応じて使い分けることもできます。そもそもの話ではあるんですが、このノートパソコンの角度を上げることによって何が変わるのかというと、1個は視線が今まで斜め下に向いていたものが横に近づいていって、これによって首とか肩への負担が軽減されます。そして一番熱くなる PC の裏面に余裕を持たせることによって、熱効率を上げてくれます。排熱がしやすいので、僕の使っている MacBook Air のようなファンのないようなマシンでも、比較的安心して使い続けることができます。また、人によるかもしれませんが、角度をつけることでキーボードを叩きやすくなるという方もいらっしゃいます。僕もそうで、押すために必要な手の動きが減る感じがありますね。そんなスタンドがもう慣れればさっと 0. 何秒ぐらいで展開することができるようになるというのがこのマジックスタンドです。やっぱり製品は安ければいいわけではなくて、長く使える、愛せるというようなものを選ぶという意味では、このマジックスタンドは相当に魅力のある製品かなと思います。そんな MacBook 収納用のアイテムとしてこれも使い続けているのがドリップのレザー MacBook ケースです。で、申し訳ないです。これに関してはアンダー1万円ではありません。はい、ちょっと紹介したかったので入れてしまいました。もうね、かれこれ5年くらいは使っていますね。熟成レザーというオイルとワックスをふんだんに含んだ厚手の牛革を使っています。しかも1枚で継ぎ目とかもなく、本当に革の素材だけをダイレクトに楽しめるような製品です。5年経って本当にこの光沢感というかね、オイルの出方がかなり美しくなっています。傷はだいぶついていて、だからこその魅力になってますね。で、何よりデザインがめちゃくちゃシンプルというかミニマルになっていて、もう一切の装飾性がありません。あるとするならこの端にあるステッチくらいですね。語るなら素材だけで語るという強い意志を感じます。何もないと言いつつ、実は内側にこの製品のタグがあるんですよね。で、この内側の部分はフェルト素材になっているので、中に PC を入れる時の滑りも良いです。新品の時にはかなりタイトだったんですが、もう使い込んで完全に僕の MacBook に馴染んでくれてきています。本当に入れて、でぴったりのサイズ感なんですよね。で、先ほど話したマジックスタンドを裏面に貼っているんですが、これにも徐々にこのスリーブが対応して今がしっかりフィットしてくれています。普段荷物を入れる時にはこんな感じで MacBook 本体を保護しつつ、使う時にはですね、これを下に敷いて、PC スリーブのようなマットのような感じで使うことができるんですね。これパソコンが汚れないみたいな魅力もありつつ、シンプルにこのスリーブを使っている時にどこに置くかという問題も同時に解決してしまっています。置き場所に困らないので本当に楽というか、他のスリーブをもう使えなくなってしまいましたね。5年使ってね、十分これからも使い続けられそうなので、元は取りすぎていると言っていいんじゃないでしょうか。続いては、このチャンネルではたびたびおすすめしているこちらのアイテムです。無印良品の薬用クリアケアオールインワンジェルという製品になります。去年くらいですかね、パッケージが変わりまして持ち運びがすごく楽しくなりました。このシンプルな雰囲気いいですよね。無印良品のこのオールインワンジェルというシリーズがあります。これは化粧水、乳液、美容液、この3つの機能全て1個にまとめてしまったというようなジェルなんですね。とかく、最近のでもないか、ビューティー系のアイテムっていろんな工程とか製品に分かれがちなんですよ。最初にこれ塗って次にこれ塗って次にこれ塗りましょうとか、〇〇の費用にはこれ、こういった日のためにはこれみたいな、ちょっとめんどくさい。僕はそれに細々耐えられる人間ではありませんでした。ということもあって、もうこれ1本だけ塗れば大丈夫という点はすごく僕には相性が良かったです。僕が今持っているこのおすすめは携帯用 30g のものです。これ1本だけをもうバッグに忍ばせておいてほしいです。そうすると、例えばサウナ上がった後とか銭湯上がった後、ジムで運動してからのシャワー後にもいいし、なんなら旅行用としてももうこれ1本で対応することができます。最初僕この携帯用から入ったんですよ。結果これが楽すぎて日常的に使う洗面台に置いてあるものも、これの大きいサイズのものになりました。このクリアケアシリーズ、無印良品によればキメの乱れや毛穴、ニキビなどが気になるバランスを崩しがちな肌のために開発されていると。で、化粧水って馴染ませてる間にタラタラタラって垂れてきて使いにくいみたいになるんですが、ジェル状なのでこの手の中で広げてこうやって肌に塗っていくだけ。そういった細かい使いやすさの点でも本当に手放せないアイテムですね。
サウナ好き、ジムに行く人、旅行が多い人、とにかくこれ1本忍ばせておいてほしいなと思います。続いてよいしょ、こちらです。はい、先ほどレザーケースで紹介したドリップの製品なんですが、ハンガーになります。ワンガーライトという製品ですね。通常のハンガーとはちょっと違う形をしている一筆書きのデザインになっていますね。でここ普通に服をかけることもできるんですが、この下のバーにボトムスをかけることもできるようになってます。いわゆるパンツ用のハンガーがドッキングしたような感じですね。なので、セットアップみたいな製品とか、トップスとボトムスを同時に管理したいとか、なんならコーディネート単位で管理したいとか、ハンガーの本数を減らして小さいクローゼットでも全部かけられるようにしたいとか、様々なニーズに応えてくれるこの 2-in-1 のデザインになっています。そして個人的に最もいいなと思っている点はこっちです。こっち、この二重みたいになっている部分なんですが、例えば T シャツなどをかけていて取り外す際、この隙間の部分に首を突っ込んで外すということができるので、この首の部分が伸びないんですよね。ハンガーでちょっともう急いでいて無理やり外そうとする時にガッと伸ばしてしまったりということがあると思います。僕は結構ありました。トップスを長持ちさせるすごくいいアイデアだなと思っています。でそんなワンガー、通常モデルとライトモデルがあって、僕の持っているのはライトモデルですね。アルミ製なので素材が比較的軽量になっていて、だいたい 87g くらい、非常に取り回しやすくなっています。このグレーの仕上げもサテン仕上げということで、マットな質感になっていてすごいいいんですよね。耐久性やや通常モデルには劣るんですが、それでもトップスとパンツをかける分には全く問題ないかなと思います。ハンガーの値段としては高めではありますが、少しずつ揃える価値は十分にあるかなと思っています。そして最後はこちらです。はい、僕の動画の最近の背景には欠かせない存在になっていますが、無印良品のインテリアフレグランスオイルです。定番品ではありますが、やっぱりすごく使いやすいんですよね。まずはやっぱりその香りの豊富なバリエーションですね。通年で販売されているのはだいたい6種類くらいなんですが、結構な頻度で季節の香りが登場します。飽きたタイミングで切り替えてもいいし、季節を感じるためのアイテムとして買い揃えてもいいですね。ちなみに自分が好きなのは定番品であるグリーンです。ちょっと雑な表現なんですけど、サウナみたいな香りなんですよ。すごい。家をリラックス空間とするためには、この甘ったるくなく爽やかな香りがすごくちょうどいいです。そしてこのフレグランスはちょっとシステム化されていまして、通常この瓶ボトルで販売されていて、様々なサイズから選べるんですが、スティックは別売りなので、例えば香りの強さを強くしたい人はスティックを多めに買うとかでコントロールすることができます。僕は6本でずっと使い続けていますね。でこのディフューザー、毎回瓶の部分買うのちょっとお金にも環境的にももったいない気がするじゃないですか。そういったこともあって、この 1,2 年前くらいから詰め替え用というのも販売されました。もうこれを僕はずっと願ってましたね。若干これによって節約もできつつ、瓶を毎回処理する必要もなくなると。で僕の実体験ですが、前に使っていた香りとは別の香りを詰め替えで買ってきて入れても気にならないですね。多分微量しか残っていないということもあって、一つの瓶で様々な香りをその時々に応じて使い分けることができます。でこのフレグランスのデザイン自体も 1,2 年くらい前に変わって、光沢のあるガラス感の強い瓶になりました。主張しすぎないんだけど上質な感じもあって、主役ではなくて本当に溶け込んでくれる存在ですね。何よりもやっぱり無印良品で販売されているので、いつでもどこでも買い足せる。これも結構魅力です。僕の動画の背景としてこれからも居続けてもらおうと思います。はい、ということで以上がアンダー1万円で買える、1個だけねオーバーしてるんですが、僕の愛用品10個でした。5年くらい、もう大学生の最初の方から使い続けてやるアイテムもちょくちょくありましたが、そういったアイテムってやっぱりシンプルながら機能とデザインが両立している、共存しているものですよね。そういったものであれば値段が多少高くても、十分に手に入れて使い続ける価値があるのかなと思います。今後もねこういった定番品を増やしていきたいとは思いますし、今使っているものも積極的にアップデートをしつつ、それでも、いいものはずっと使い続けていこうかなと思っています。こんな感じでこのチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみ家でした。では。